メンバーシップ限定動画では話したんだけどさ、実は風邪をひいてしまって、ポッドキャストどころではありませんでした。超辛い日々だったから、みんなにその時のことを話したいと思うわ。じゃあ今日もよろしくね。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。確か風邪をひいてしまったっていうことをね、話したメンバーシップ限定動画は、確か先月の最後の方に公開したと思うんだよね。うん。で、その時はね、風邪をひいてしまって辛いですっていうことを話してたんだけど、その時もね、まだ風邪は完全には回復してなかったんだよね。うん、で、今はね、もうほぼ完全に回復したので、その時どんな状況だったのか、メンバーシップ限定動画では、語らなかった、その時の詳細な状況まで話していきたいと思います。うん。で、メンバーシップ限定動画は確か10分ぐらいの動画だったから、結構簡単にしか話せてないんだよね。うん。で、完全にその風が回復しきった今だからこそね、落ち着いて振り返ることができるというかさ、ああいうことがあったなとかね、落ち着いて思い出すことができるから、今日はね、そのいい機会だと思って話そうと思うわ。でさ、ありがたいことにね、たくさんの人が、メンバーシップに登録してくれてますよ。このチャンネルはね。うん。で、メンバーシップ限定動画で話した内容と、同じになってしまったらさ、メンバーの方に申し訳ないじゃんというか、メンバーの方にとって、つまらない内容になってしまうでしょ。うん。だからね、今日は、その時には話さなかったことについて話していきたいと思います。はい。で、自分が風邪だなって気づいたのがいつかっていうとね、今月じゃなくて先月だね。うん。5月の後半に入ったあたりかな。うん。で、ある日ね、夜になんか体がだるいなっていうことに気づいたんだよ。うん。風邪ってさ、その時の感覚で大体わかるじゃん。でしょ？だからね、その時、風邪っぽいなって思ったんだよ。うん。風邪っぽいなっていうかもう、風邪だなって思ったんだけどさ。で、これはね、僕が、風邪になるときは、いつも同じパターンなんだけど、いつもね、夜に気づくんだよね。うん。いつも夜に、風邪だなっていうことに気づくんだけどさ。で、その次の朝に、次の日の朝に、発熱しているっていうパターンが多いんだよね。うん。で、今回もね、全く同じパターンだったんだよ。うん。夜になんかちょっと風邪っぽいなっていうのに気づいて、次の日の朝に発熱していましたよ。うん。で、原因は何なんだろうなって考えたんだけど、まあ、あの原因がこれだって、その確定することはできない。その確実なことは言えないんだけど、体調が悪いなって夜気づいた、その前の日か、その前々日だよね。その時にね、友達と会ってたんだけど、その友達が結構なんか咳をしてたんだよね。咳をすることが多くて、で、僕もね、その友達と会ってる間は、ちょっと大丈夫って、
声をかけてたんだよね。うん。だからその人から、風邪が移ったのかなって思うんだけど、確実なことは言えないよね。うん。5月から6月にかけてって、結構季節の変わり目じゃん。だから風邪をひきやすい人が多くてさ。で、暑い日もあれば、寒い日もあるから、結構体調管理は難しい季節だと思うんだよね。というか風邪をひく人が多い。5月は結構寒い日も多かったかなって思うんだけど、6月に入ったらね、結構暑い日が多いかな。うん。で、さっき言った通りさ、風邪にかかったなって思った夜の次の日にね、予想通り発熱したんだけどさ、これはね、メンバーシップ限定動画でも話したことなんだけど、僕はね、太陽系を持ってないんだよ。あの、多分普通の日本人だったら体温計は持ってることが多いかなって思うんだけどさ、だからね、あの、さっき僕発熱したって言ったじゃん。発熱したって言ったんだけど、実際にその自分の体温が何度だったのかってわからないんだよね。だけど、感覚でわかるじゃん。38度ぐらいだなとか。うん。で、そう、実際にね、自分の感覚では、体温は38度ぐらいだったと思うんだよね。うん。で、いつもね、僕は風邪をひくたびに思うことがあって、それがどういうことかっていうとね、うわー、体温計買っておけばよかったって思うんだよね。うん、そう。風邪をひくたびにね、体温計買っておけば今の体温がどのくらいか分かったのにって思うんだけど、今回もね、体温計は持ってなかったので、何度だったかっていうのは分からないんだけど、多分38度ぐらいだったんじゃないかなって思うね。で、今回もね、風邪をひいてからすぐに、Amazon でどんな体温計があるのか調べましたよ。うん。体温計買おうかなと思って、一応 Amazon のページは開きましたよ。うん。だけどね、一番体温が上がっている、時ってその時じゃん。うん。だからさ、体温計が、仮にね、体温計を、Amazon で購入したとしても、その体温計が家に届くのって、多分自分の体温が下がった時じゃん。うん。で、いつもこのパターンなんだけど、どうせ体温計が家に届いても、その体温計を今回使うことはないなって思っちゃうんだよね。うん。どうせ Amazon から家にその体温計が届くのは自分の体温が下がった後だし、どうせ頼んでも使わないから、いいか。体温計購入しなくてって思っちゃうんだよね。で、今回もそう思って、体温計買わなかったんだよ。でね、普通日本人だったら、多分だけどね、一家に一つは体温計あると思うんだよ。うん。これね、ちゃんとした統計データを取っているわけではないから、確実なことは言えないんだけど、多分だけど、体温計はね、一家に一つあると思う。うん。僕はね、これまで、20年以上、日本で生きてきて、で、たくさんの日本人の友達ができて、体温計が家にないんだよねって言ってる人、一人も見たことないね。うん、多分だけど、僕を含めた僕の、友人関係の中で、家に体温計がない人って僕だけだと思うのね。
うん。で、だけどね、まあ僕が体温計を持たなくなった理由ってあるんですよ、ちゃんと。うん。この一人暮らししている僕の家にはね、体温計ってないんだけど、もちろん僕が昔住んでいた、実家には体温計あります。しかもね、体温計何個かあるんじゃないかな。多分2つか3つ僕の実家には体温計があると思うんだけどさ。はい。ただ僕は今体温計を一つも持っていない。で、まあ一人暮らしをし始めるってなったら普通はね、体温計を買うと思うんだよ。ただ、まあそのタイミングでね、僕が体温計を買わなかった理由、ちゃんとあるんだよ。うん。なんで僕が体温計を買わなくなったか。まあそれはね、というかそのきっかけは、まあ、ヨーロッパに留学していた頃の出来事なんだよね。うん。僕がね、というか、まあ、僕のチャンネルのポッドキャストを今まで聞いたことあるよっていう人がいたら、もしかしたら、まあ、僕がね、まあ、昔ヨーロッパに留学していたっていうことを知っている人いるかもしれないんだけど、はい、僕はね、ヨーロッパに昔留学していたことがあります。で、その時というか、まあもちろんね、ヨーロッパに留学する前の僕は、まあ風邪にかかったら必ず体温計で体温を測る人でした。うん。まあなぜかというとね、まあ、僕が幼い頃の習慣が身についていたからなんだよ。まあ昔からの習慣だよね。うん。風邪をひいたら体温を測る。まあこれはね、もう本当に習慣として身についてたんだよね。うん。で、留学する前の僕っていうのはね、一人暮らししたことなかったんだよ。うん、実家にしか住んだことなかった。で、まあもちろんね、まあ、留学する理由って言ったら人それぞれだと思うんだけど、まあ僕の場合はね、まあ語学を磨きたいとか、語学力を磨きたいとか、あとは、まあ、海外でしか勉強できないことを勉強してみたいとか、まあ、そういう理由もね、もちろん留学する理由としてはあったんだけど、一人暮らししてみたいなっていう願望もあって、まあ、そのためにはね、留学しないといけないなって思ってたんだよね。だから留学したいっていうその気持ちもね、僕が留学した、一人暮らししたいなって思うそれもね、まあ、その気持ちも僕が留学した理由の一つなんだよね。うん。まあ、例えばね、まあ、東京の大学に進学するタイミングで一人暮らしするっていう人は結構いる。うん。まあ、実家がもう東京から遠い場所だから、もう一人暮らしせざるを得ないっていう人いるんだけど、僕の場合はね、まあ、大学に入った時も、大学がね、実家から近かったから、一人暮らしできなかったんだよ。うん。しかもね、まあ僕の実家は割と一人暮らしを推奨してなかったからさ。だからね、もう毎日毎日一人暮らししたいなっていうそういう願望が、まあ、強くなっていったんだよね。うん。だからまあ、一人暮らしするんだったら留学するしかないかと思って、まあ、留学したんだけどさ、うん。まあもともとね、僕が実家に住んでいた頃は、まあ体調が悪い時はね、まあ母親に体温計で体温測りなさいって言われてたから、まあいつも僕はね、体調が悪くなったら体温を測るようにしてたんだよね。うん、ちょっと水飲ませて、なんか今日暑いな。今日結構暑いぞ。うん。夏が近づいてきてる。そう。だから昔からの習慣として、体温計でね、体温を測るっていうことはやってたんだけどさ、まあ、みんなも風邪をひいたら
体温を測るのかな。うん。みんな測る体温。風邪ひいた時。どのくらいの温度だったら熱があるなっていう、そういう判断になるかっていうと、だいたい37度だよね。うん。で、多分38度を超えていたら、かなり辛い風邪とか病気っていうイメージなんだよね、僕の中では。それこそ、毎年冬に流行るような、インフルエンザとかだと簡単に38度ぐらい体温が、いってしまうことあるし、コロナウイルスもね、重症な人は、40度の人もいたのかな、38度は普通に行く人いたよね。40度に体温が達したらかなりの重症だと思うんだけどさ、だから僕は多分ね、体温計で自分の体温を測った時に40度を超えてるっていうのは見たことがないと思うんだよね。うん。だからね、実家で体温を測るときっていうのは、その体温を見て、自分のその時の風邪がどのくらいひどいものなのかなっていうのは判断してたんだよね。うん。で、さっきも言ったみたいにね、僕が留学した時っていうのは、僕にとって、初めての一人暮らしだったんだよ。うん、もう、その生活が始まるときはね、もう本当に嬉しかったね。みんなは今まで一人暮らししたことあるのかな。うん、一人暮らししたことある人だったらわかると思うんだけど、初めて一人暮らしするタイミングって、すごい楽しくない？うん、楽しいよね。もうこの玄関を開けたら、もう自分だけの空間だって思うとさ、もう本当に嬉しかったのを覚えてるんだけど、本格的にね、毎日料理をするようになったのも、人生でこの時が初めてだったしね。そして、風邪をひいた時にね、誰も看病してくれないっていう、そういう状況になったのも、この時が初めてだったんだよね。うん。で、風邪をひいた時はさ、やっぱり、実家がいかに幸せな環境だったかっていうのを、本当に思い知ったよね。うん。風邪をひいた時はさ、実家では、いつも母親がご飯を用意してくれたしさ、体調がこれ以上悪くならないようにっていうことで、本当にいろんなことに気を使ってくれてたんだよね。なんか、体に良さそうなものを買ってきたりとかね、ポカリスエットを買ってきてくれたりとか、本当にいろんなことをしてくれた。だけどさ、一人暮らしだと、本当に誰もご飯を用意してくれないんだよね。うん。でさ、料理するときって、体調不良だと本当に辛いんだよね。うん。体調がいいときに料理するときはさ、今日何作ろうかなとか考えたりするの楽しいし、で、料理を作ってる間もね、その作っている料理の匂いが鼻に飛んできてさ、わあ、美味しそうだなとか、結構幸せな感情になるじゃん、料理をしている時って。ただ、風邪をひいている時の料理って本当にめんどくさいものでしかないんだよね。しかも大変だし。うん。で、基本的にさ、コンロで、野菜とかを炒める時もさ、立たなきゃいけないじゃん。で、キッチンの中で、冷蔵庫に物を取りに行ったりとか、電子レンジで物を温めたりとか、そういう時をする時って、基本立って移動しなきゃいけないでしょ。で、体温が38度とかを超えてると、歩くだけでも辛いじゃん。だから、料理って本当に大変だなって、その時ね、初めて知ったんだよね。うん。だけどさ、食べることってサボっちゃいけないでしょ。うん。体調不良の時って、
料理なんてしたくないなって思うんだけど、やっぱり食事はね、体力回復の源になるわけじゃん。もう食べることはサボっちゃいけないんだよ。病気だからこそ、病気というか、風邪だからこそ、栄養をね、たくさんの栄養を摂取して、回復につなげないといけないんだよ。うん。そういう意識が僕にはあったからね、留学中も、風邪の時でもね、食べることだけはやめなかったんだよね。うん。で、一人暮らし中にね、風邪になるっていうのは、本当に辛いことだなって思い知っていたその時、体温計のことを思い出したんですよ。そう、ここで体温計の話に戻るわけね。うん。で、それまではね、実家暮らしをずっとしていたわけですから、風邪にかかるたびに体温計で体温を測るっていうそういう習慣が身についていたんだけど、今回もというかその留学に行った時も体温計で体温を測ろうとしましたよ。うん。で、日本から、荷物を大量に入れてきたスーツケースの中身とかはね、その中身とかをね、いろいろ見たんだけど、その時にね、気づいたの。あ、俺、体温計、日本から持ってくるの忘れたわって。あのね、体温計持ってくるの忘れたんだよ、留学先に。うん。でね、その時、現地で体温計を探してもよかったと思うしね。あとはその現地で通販を使って、体温計を買ってもよかったと思うんだけど、やっぱりね、その体温が上がっている状態の時って頭が回らないんだよね。うん。もうただその場に、ただ僕の部屋の中に体温計がないというだけで、僕はね、体温を測るのを諦めたんだよ。そもそもね、僕が留学してた地域でね、風邪をひいた時に体温計を使って体温を測るっていうのが普通なのかもわからなかったしね。そこら辺のお店で体温計が売ってるのかどうかっていうこともわからなかったんだよね。うん。で、もし体温計が測れたとしてもさ、その温度を表す単位が日本と違ったらどうしようとか、そういうことをね、いろいろ考えてたら、体温計を買いにね、外出する元気も出なかったんだよね。うん。で、あとはね、僕が留学していた地域っていうのは、東京で、通販を使って物を買うよりもね、その注文してから家に荷物が届くのが、遅い地域だったんだよね。で、東京だとね、早ければその日中に、Amazon で頼んだ荷物が届いたりするんだよね。うん。こういうのって場所によるのかな。日本でも多分、田舎の方とかだったらもちろんね、荷物が届くのにかかる時間ってもっとかかるだろうし、で、日本の中でもね、例えば離島とかに住んでると、送料が高くかかったりするんだよね。うん。だからどこに倉庫があるのかにもよるよね。多分、東京にはね、アマゾンの倉庫たくさんあると思う。僕もね、何箇所かでアマゾンの倉庫を見たことがあるんだけどさ。うん。僕が聞いたことあるのは、韓国とかだと、もう本当に荷物が届くの早いらしいね。うん。韓国はね、もう何もかもが早いらしい。で、例えばね、その行政サービスの手続きだとか、あとは、
通販の荷物が届くスピードも同じだと思うんだけど、韓国から来た友達もね、その留学先にいたんだけどさ、もうみんなね、イラついてたね。うん。この国は何もかもが遅すぎるって言ってたね。まあ僕から見ると、韓国のスピード感が世界の標準と比べて速すぎるだけなんじゃないかなって思うんだけどさ。とにかく、というか、日本の東京も結構そういう系のサービスは速い方なんだよね、スピードが。うん。で、今、僕東京に住んでるからさ、東京に住んでる僕でも、体温計を今頼んだとしても、届く頃には体温下がってて意味ないなって思うぐらいじゃん。で、その留学先にではね、1日とかでは体温計届かなかったんだよ。もっともっと時間がかかる、様子だったからさ。だから僕はね、通販でも体温計は頼まなかったんだよね、その時。うん。だからね、その時がなんと、僕が人生で初めて体温計なしで風邪を乗り切った瞬間だったんだよね。はい。ここから始まったんですよ。僕の体温計なしの人生が。うん。この時に気づきましたよ、僕はね。いや、体温計なしでも、風邪って乗り切れるんじゃん。僕はね、体温計なしでも、風邪を乗り切ることができるっていう成功体験をしたわけですよ。だから、その留学が終わってから、一人暮らしを始めるまで、そして今までは体温計を買ってないんだよね。うん。そうやって考えるとさ、なんで体温計ってあるんだろうね。だって自分の体温が高いっていうことはね、わざわざ体温計を使わなくてもわかることじゃん。今回風邪にかかった時の僕みたいにね、感覚で、今僕体温高そうだなとかそういうことがわかるわけじゃん。うん。で、多分だけどさ、熱があると言っても、37度の人もいれば、40度の人もいるわけでしょ。だから、多分、医者がその人の診断をするときに参考にするんじゃないかなって思う。そのために体温計があるのかなとか思うんだけど、改めて、なんで体温計が必要なんだろうって考えてたときにさ、何を思い出したかっていうと、僕の学生時代のことなんだよね。もちろんね、体温っていうのは、さっきも話したみたいに、お医者さんがね、診断をするときに、助けになるものだと思うんだけど、それ以外の場面で体温を他の人に共有する場面があったなっていうことを思い出しました。うん。で、中学時代とかね、高校時代とかは、部活をやっていたんだけど、僕はね。で、風邪をひいてしまって、部活を休むとき、その部活の練習を休むときにね、その自分の体温が、数字として表示されている体温計の写真をね、そのグループ写真に送っている人っていうのがいたんだよ。でそんな感じでね、自分が風邪であるっていうことを証明するために、その体温計が使われていたんだよ。うん。で、僕はね、バスケ部に所属してたんだけどさ、今日はなんとなく練習行きたくないなーみたいな。そういう日って、何回かあったんだけど、自分の気分で練習を休むことってできなかったんだよね。僕の所属していた
バスケ部がおかしいんじゃなくて、これはね、日本の部活だったら、普通のことかなって思うんだけどさ、人間だったらね、今日は部活ちょっと行きたくないなとか、そういうふうに思うのって、人だったら、あるのは当然だよね。うん。仮病で、部活を休むときに、高い体温の値が表示されている体温計の写真をグループ LINE に送って、部活を休むっていう、そういう人をね、僕は見たことあります。うん。で、もちろんね、その時のその写真をグループ LINE に送っている本人はね、風邪ひいてないわけなんだよ。うん。で、体温も高くないから、わざと高い数値を体温計で表示させて、その体温計の写真を撮影する必要があるわけよ。うん。で、今はさ、AI が発達して、もうフェイク画像とかフェイク動画がたくさんあるでしょ。うん。で、当時はね、今みたいに、そんな簡単にフェイク画像は作れなかったわけ。今だったらさ、AI で、38度と表示されている体温計の写真を作ってとか言えば簡単にそういう写真作れるじゃん。うん。当時はそういうのは無理だったんだよ。うん。だからちゃんと持っている体温計に高い数値を表示させる必要があったわけね。で、それをどうやってやるかっていうと、僕はやったことないんだけど、なんかね、摩擦熱でその高い数値を出すことができるらしいんだよね。うん。で、普通さ、体温計って脇に挟んで使うと思うのね。うん。で、その脇に挟む部分をね、手か何かで擦ると体温計で高い数値が出るっぽいんだよ。うん。で、部活だけじゃなくてね、学校を休みたい時にその方法をね、実践してる友達もいたんだけどさ、学生の時ってさ、どんなに学校が行きたくなくても、親が学校に行かせようって試みてくるじゃん。うん。日本はね、国民の三大義務というものがあります。国民の三大義務というものが、憲法で定められております。で、その三大義務、何かと言いますと、一つ目が労働の義務。ちゃんと働いてくださいねっていうことだね。で、二つ目が納税の義務。はい。税金を納めましょうっていうことだよね。税金を納めないと国家が成り立ちませんっていうことですよ。うん。で、三つ目が何かというと、教育を受けさせる義務なんですよ。うん。だから、親は子供にね、教育を受けさせなきゃいけないわけ。もうこれは日本国民の義務なんですよ。うん。だからね、親が家で、十分な教育を子供にできるんだったら、いいと思うし、実際に家庭の方針でね、そういうことをやっている人もいるんだよね。ただ、ほとんどの親がその教育を受けさせる義務をちゃんと全うするために子供をね、学校に通わせているわけなんだよ。うん。だからね、学校をどうしても休みたいっていう状況になったら、親を騙さなきゃいけないんだよね。うん。で、そういう人はね、体温計の数値の偽造をしてたね。うん。で、僕はね、こうやって、昔学校にこういう人がいたんだよっていうことを話してるけど、親を騙すことを推奨してるわけではないからね。こういう人がいたよっていうことを話してるだけだからね。で、そうやって考えるとね、多分僕は今まで仮病を使ったことって一回もないと思うんだよね。うん、記憶にない。ただね、人間は
都合の悪いことは忘れる習性があるからね。もしかしたら仮病を使ったことあるのかもしれないけど、記憶には全くないね。だから僕って結構真面目でしょ。そう、結構、意外とね、僕って真面目なんですよ。うん。で、まあ一旦ね、この僕の学生時代の話は置いておいて、今回、風邪になってしまった僕の話をすると、さっきも話したみたいに体温計がない状態で、時間が経っていったわけなんですけれども、僕は、一日中ベッドで寝て水分補給をちゃんとしていれば、すぐ治るだろうって思ってたわけ。うん。今まで僕がかかってきた風邪って、そうやって解決してきたんだよね。だけど、今回はそんなことはなかったんだよね。なんとまた別の変化が僕の体に起きたんだよ。うん。風邪がなかなか治らない。熱が出て、2日くらい経った日かな。順調にね、その体温は下がってきたなっていうことを感じ始めてたんだけど、次になんとね、喉が痛くてたまらなくなってきたわけ。うん。もう今まで風邪って普通ね、一日中ベッドで寝て水分補給ちゃんとしてれば治ってたんだけど、今回はそれで終わらなかった。いや、免疫力下がってるのかな、僕。もう僕も若くないっていうことなのかな。うん。やっぱり、喉が痛くなることってあまりないんだよね、僕の人生で。大人になってから、喉が痛くなるっていう経験はね、本当にあまりしてなかったんだよ。だから、なんか、懐かしいなっていう、そういう感覚だったんだけど、で、どういう時に喉が痛くなったかっていうとさ、基本的にずっと喉は痛かったんだけど、特にさ、その、ご飯を食べていて、何かを飲み込む時に、本当に喉が痛くなったわけ。うん。飲み込むたびに、喉に痛みが走るから、本当に地獄だったね。うん。お腹は空いてるのに、飲み込みたくないっていう、そういう状況だったんだよ。うん。でね、僕はね、そんな状況を打開するために、二つのものを買ったんだよ。なんだと思う？二つのものを買いました。みんなだったら何を買う？自分が喉が痛くて、どうしようもないとき、物を飲み込むたびに、物を飲み込むたびに、痛くてしょうがないとき、みんなは何を買うかな？答えを言いますね。一つ目は、のど飴です。はい、のど飴を買いました。のど飴って言っても、たくさんの種類があるよね。その中でも、甘くて、舐めやすい味のものを買おうと思ったんだよね。スーパーに行ってね、のど飴コーナーを見てみると、本当にたくさんの種類ののど飴があったんだよ。で、僕が探しているような甘くて舐めやすいような味のものもあったんだけど、いかにもこののど飴、喉の痛みが治りそうだなっていう、そういう雰囲気のまずそうなのど飴もあったわけ。うん。で、僕がどんなのど飴を選んだかと言いますと、蜂蜜味の飴だね。はい。僕、蜂蜜好きなんですよ。うん。そんなに頻繁に食べるわけではないんだけど、蜂蜜は大好き。うん。甘いものが好きというわけではないんだよね。僕はどちらかというと、普段は甘いものは食べない方の人間だと思うんだよね。その生クリームとかも食べないしね。うん。で、その蜂蜜味ののど飴、帰ってからすぐに舐めました。うん。で、二つ目、僕が買ったもの、何かというと、うがい薬です。うがい薬を買いました。みんなさ、イソジンって知ってるかな？日本ではね、結構有名なうがい薬だと思うんだけど、どういうものかっていうとね、
なんか茶色の液体なんだよ。まあ、サイズはいろいろあるんだけど、基本的に茶色の液体。で、どういう時に使うかっていうとね、まあ外出先から家に帰ってきた時に、水に混ぜてうがいをする時に使うわけ。うん。で、実はね、僕は、うがい薬の存在を結構長いこと忘れてたんだよね。うん。体温計の場合はね、まあ、僕はその体温計を持っていなかったんだけど、風邪になるたびに、その存在っていうのは思い出してたんだよ。うん。だけどね、うがい薬の存在は本当に忘れてた。で、思い出してみるとね、まあ僕が実家で暮らしていた頃っていうのは、まあ家に帰ってきて手を洗うタイミングでね、まあいつもうがい薬を使ってうがいをしてたんだよ。その家に帰ってきたら、まず手を洗って、その後にうがい薬をコップに入れて、水を入れて、うがいしてたんだよ。うん。で、いつの日からか、そのうがい薬使わなくなってたんだけど、多分だけど、一人暮らしを始めてからだね。そうで、だからね、体温計の存在は忘れてなかった。体温計の存在は忘れてなかったんだけど、買ってなかった。それに対して、僕は、うがい薬の存在自体を忘れてたんだよ。うん。で、まあ、うがい薬っていうのはね、通常は、風邪を予防するために使うのが普通なんだよ。風邪にならないために使うんだよ。その、喉に、例えば風邪のウイルスとか菌とかが付着していたら、それを、まあ、殺したりとか、体外に排出するために使うんだよね。うん。で、僕はその時もうすでに風邪になっていたわけじゃん。すでに喉が痛くなっていたわけじゃん。だけど、まあ、うがい薬を使ってうがいしたら、少しはこの痛みがマシになるんじゃないかなと思って買いました。うがい薬。で、この買った2つ、のど飴と、えうがい薬。この2つを買って使えば、喉の痛みが弱まるかなって思ったんだけど、そんなことはなかったんだよね。ついに僕は病院に行くことを決意します。ある日の朝ね、僕は病院に行くことを決意したんだよね。のど飴とうがい薬、この2つを使ってもね、なかなか喉の痛みが治らなくて、辛い日々が続いてたんだよ。だからもう、薬に頼るしかないって思ったんだよね。で、日本以外の国でも、まあ、同じだと思うんだけど、日本ではね、まあ、薬局で買える薬っていうのは、お医者さんに処方してもらえる薬よりも結構効果が弱いんだよね。うん。だから、まあ、効果的な薬を手に入れようと思ったら、やっぱりお医者さんのところに行くのがベストな方法なんだよ。お医者さんに処方してもらうっていうのがベストな方法なんだよね。で、まあ、まあ、ある日の朝、病院に行って、で、その病院でね、僕がどういう風に過ごしていたかっていう話を、まあ、前回のメンバーシップ限定動画でね、詳しく話したんだけど、まあ、とにかく僕はね、その日、お医者さんに処方してもらった薬で、喉の痛みはなんと数日で治りました。はい。体温が下がって、そして喉の痛みが消えて、これで全てが解決したってみんな思うでしょ。そんなことなかったんです。はい。これで終わりじゃなかったんだよね。うん。薬の服用でね、喉の痛み治ったんだけど、ここでまた新たな変化が体に起こります。それが何かというと、咳なんだよね。うん。もともと僕は
さっき話したみたいに熱と喉の痛みに苦しんでいたわけなんだけど、咳が出るようになった。うん。で、特に一番ひどい時間帯がいつかっていうとね、夜の寝る前と朝なんだよ。本当にこの時間帯だけ咳がたくさん出るの。で、日中、あまり話してなければ、咳が出ることはあまりなかったんだよね。で、日中にね、あまり咳が出ないから、あ、風邪もう治ったんだって思ったことは何回もあったんだけど、だけどね、夜になると咳が止まらなくなって絶望するっていう、そういう毎日が続いたんだよ。うん。で、なんで夜になったら熱が出るんだろうって気になったんだよね。日中は咳出ないのに夜だけ咳が出る。なんでだろうって思って、ネットで調べてみたんだよね。で、調べてみるとね、いろいろと理由があるらしいんだけど、日中の気温と比べての、夜との寒暖差だとか、あとはベッドに寝るために横の体勢になると鼻水とかが喉に流れ込んできちゃって、その影響で、咳になったりとかするらしい。で、本当にいろんな、原因、可能性っていうのをね、そのネットでは調べたんだけど、自分で解決策を見出すことは結局できなかったんだよね。で、マスクをつけながら寝てみるとかしたんだけど、全然効果がなくて、その日々が結構辛かったね。うん。喉の痛みもないし、咳ももう出ないんだけど、喉も痛みはないし、で、熱ももうないんだけど、ただ単に咳が出る。これは本当に辛かった。で、今までの自分だったら、別に、咳が少し出るくらいだったら、特に気にしないのかなって思うんだけど、何が辛かったかっていうと、このポッドキャストを収録できないのが辛かったよね。うん。やっぱり声を出せば出すほど咳が出てしまうっていう状態だったからね。で、僕のこの YouTube 活動、ポッドキャスト活動がね、もう本当に自分の体に依存してるんだなっていうことを実感した瞬間だったんだよ。うん。で、それと同時にね、声を商売道具にしている人って本当にすごいなって思ったんだよね。もう尊敬の気持ちが込み上げてきたわけよ。で、僕の場合はね、こうやってポッドキャストを収録してるけどさ、でもただ、いつ収録をしなきゃいけないとかそういうのって決められているわけではないんだよね。うん。このポッドキャストをいつ僕が収録しようが僕の自由じゃん。だけどさ、例えば歌手の人ってそのテレビ出演とかコンサートの日程がもう決められているわけでしょ、事前に。で、そういうものに出演して報酬が支払われているわけじゃん。だから自分の仕事を全うするためにも声の調子には相当気を使ってると思うのね。うん。で、僕もね、テレビとかで、歌番組を見ることって結構あるんだけど、喉の調子が悪い歌手ってあまり見たことないわけね。いやだから本当にプロフェッショナルだなって思って、歌手の人って本当にすごいなって思うと同時に、なかなか咳が治らなくて、ポッドキャストを収録できない状態にね、落ち込む日々っていうのが続いてたよね、僕は。で、ポッドキャストも収録できないし、とりあえずなんで風邪になったのかっていうのを調べたいって思って、いろいろ調べたんだけど、なんか、その時期って、日本中で風邪が流行っていたっぽいんだよね。で、ニュースとかのメディアではね、謎の風邪って名前で報道されていたんだよ。うん。熱がないのに喉が痛いとか、咳が出てしまうみたいな症状の人が
本当にたくさんいたらしいんだよね。で、とあるニュースではね、その謎の風邪について、医者が登場して解説してたんだよ。うん。で、その人によると、その謎の風はね、別に何も謎な要素はないらしい。ただの風邪の一種らしいんだけど、その時期に風邪が流行っていたっていうことは確かなんだよね。で、その情報を見て、僕はちょっと安心しました。うん。自分だけではなくて、やっぱり日本中で風邪の人が多いんだっていうことを知れただけでも、少し安心したんだよね。で、だけどね、僕って、熱もないし、ただ咳が出るだけ。この症状って何なんだろうって気になったわけ。いろいろ調べてみると、僕の症状がね、感染後外傷というものと似てるっていうことを発見したんだよ。この感染後外傷、僕はね、初めて知った言葉だった。日本で日本人として20年以上生きてきて、この言葉、初めて知りました。感染後外傷というこの言葉、多分だけど、日本人のほとんどが知らない言葉だから、みんなは覚える必要ないからね。で、これがどういうものかっていうとね、風邪が治った後も咳が出続けてしまうっていうもので、その喉がね、風邪が治った後もしばらく敏感な時期があるらしいのよ。うん。だからそういう症状が出てしまうらしいんだよね。もうこの情報を見つけた時に僕は、これだって思ったよね。絶対にこれだって思った。で、僕の場合は、医者に行って、診断されたわけではないから、確実に僕が感染後外傷だったとは言い切れないんだよね。うん。だけど、ネットで調べた感じ、感染後外傷だったんじゃないかなって思うね。うん。で、僕はね、その時本当に医者に行こうか迷ってたんだよね。もう僕は一度医者に行ったわけじゃん。その喉が痛くなった時に喉の痛みを治すために医者に行きました。うん。で、今でも覚えてるんだけど、その時にね、お医者さんに、あの、咳は出ますかって言われたんだよね。聞かれたんだよね。で、その時は僕、咳が全く出てなかったから、いや、咳は全く出てないです、みたいな感じで答えたんだけど、その時、だからその後に感染後外傷だと疑われる状況になった時って、僕は咳が出るようになってたわけじゃん。だから、別の診断をしてもらって、また咳に対して効くお薬をもらった方がいいのかなって思ったわけ。だから、いや、お医者さん行こうかなって迷ってたんだよね。ただ自分はもう熱ないから、熱がない中、お医者さんに行くのっていいことなのかな、悪いことなのかなとか思ったりして、なかなかお医者さんに行けなかったんだよね。自分よりももっと症状が重い人いるだろうし、僕のために時間を使うのってちょっともったいないよなとかそういうことを思ってたら、お医者さんに行けなかったんだよ。うん。ただ、この感染後外傷についての情報を見て、あ、医者に行かなくてもいいかなって思えたんだよね。で、そこにあった情報によるとね、その感染後外傷は、2週間から8週間で自然に治るって書いてあったんだよ。そう、大体の場合は自然に治るって書いてあって、じゃあ、だったら病院に行かなくていいかなって思ったわけ。2週間から8週間ってだいぶ長いレンジだよね。で、8週間ってだってさ、2ヶ月ってことでしょ。いや、もう8週間ってだいぶ長い時間だなって思ったんだけど、自然に治るならいいかって思って安心したんだよね。それと同時に、いや、もしかしたら、ポッドキャストも
頑張れば収録できるかもしれないって思ったんだよ。そして僕はポッドキャスト収録に挑戦することになります。はい。で、僕はね、まあ今までのスタイルがどういうスタイルだったかっていうと、ポッドキャストを収録した後に、その映像とか音声を公開するまでにカットするっていうことはあまりしてこなかったんだよ。うん。そもそも、ポッドキャストをカットしてつなぎ合わせるとか、そういうことをすること、編集するっていう、そういう発想自体がなかったんだけど、例えば、ポッドキャストを収録している間に、咳をしてしまったら、その部分はもうカットすればいいじゃんって思ったわけ。うん。そしたら、途中で咳をしてしまったとしても、ポッドキャストは収録できるなって思ったんだよね。うん。で、風邪になってから初めてのポッドキャスト収録の当日ね、やっぱり話してる間に咳はね、何回もしちゃったんだよね。うん。で、その部分はカットしたんだけど、その時にね、気づいたことがありました。やっぱり咳を我慢しながら話す声って少し不自然に聞こえるんだよね。うん。自分の声をね、自分で再生してみて、そう感じたんだよ。だから、話している時に、ちょっと今咳したいなって思ったら、その部分をカットするっていうことを、考えたわけ。うん。だから、その部分はカットしよう。ちょっと今、咳がしたいなって思ったら、もうその時点でカットしようって考えて、思いっきりそのタイミングで咳をすることにしたんだよね。で、一回咳をしてしまったら、水を飲んで、喉を潤して、また話し始めるっていうことを、そういうことを繰り返したわけ。うん。そして、その日ね、ポッドキャストを一本撮り終えました。うん。で、それがうまくいったから、その後もね、咳が出る状況でも何本か、ポッドキャストを収録することができたんだよね。うん。咳が出ても、ポッドキャストが収録できるっていう成功体験がそこでできたわけ。うん。だから、そこから続けることができたんだよね。うん。このポッドキャストでね、冒頭に話したみたいに、体温計がなくても風邪を乗り切れるっていうことを僕は以前学んだんだよね。うん。僕がそれを以前学んだように、咳が出ても、ポッドキャストは収録できるっていうことを学んだわけです。はい。だから僕が何を言いたいかというとね、ちょっと僕これできないなとか、もしかしたらこれ無理かもなって思うことでも、一回やってみると意外と簡単にできちゃったりして、えーそれが成功体験になって、その後もずっとできるようになるっていうことがあるから、みんなもできないなって思うことも諦めずにチャレンジすることが大事だと思います。はい。実は今話したことが一番言いたいことではありません。今日、僕が一番言いたいことは何かというと、健康が一番幸せということです。本当に。うん。健康が一番幸せ。ポッドキャストとか動画を通して、こうやってね、みんなと話すことができる。僕の声をみんなに届けることができているっていうのは、自分が健康だからなんだよね。うん。で、もちろんね、自分の体が完全に健康ではないっていう、そういう状態だったとしても、できることはたくさんあると思うんだよ。僕だって喉が痛い時に、なんて喉が痛いんだろうと思ってね、ネットで調べたりしたよね。うん。だけど、健康がいいのか、健康が悪いのか健康じゃなくてもいいのかって考えた時に、健康がいいということに、変わりはないからね。うん。で、僕はね、風邪にかかったりとか、ちょっとした病気になったりするたびに、健康であることが一番大事だなって思うんだけど、
その思いって、時間が経てば経つほど忘れ去られていくというかさ、僕の場合は、今日これ、ポッドキャストで話した内容だけど、一人暮らしを始めてから、うがい薬を使わなくなっていったりしたし、何かとね、自分の健康への意識が、薄れているなって、そういう風に感じるタイミングって、何回かあったんだよね。だからやっぱり、普段から、健康には気を使わなきゃダメだよっていう、そういうことが思えるきっかけを僕に与えてくれたのが、今回の風邪だったんじゃないかなと思います。はい。だからね、みんなもこれからも健康で楽しい日々を送っていきましょう。はい。このジロージャストジャパニーズのチャンネルのポッドキャストを聞いている皆さんは、どうか皆さん健康でありますように、僕はそれを祈っております。はい。ということで、今回はね、僕が実は風邪で辛かったという話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。季節の変わり目ということでね、今僕のポッドキャストを聞いている人の中にも、多分だけど風邪をひいているっていう人いると思います。風邪のせいで日本語が勉強できなくて本当に嫌だとか思っている人いると思うし、落ち込んでしまっている人もいるかもしれないんですけれども、風邪はね、いつか治ります。はい。風邪がいつか治るので、その風邪をひいている時間帯はね、いい休憩の機会だと思って、過ごしてみるといいと思います。僕も、いい休憩の機会だなと思って過ごすことで、自分の精神を落ち着かせてました。はい。ということで、皆さん、今日もポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。